皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、中国経済の弱点とも言える巨額な借金について取り上げようと思います。中国は世界の工場となって世界中の企業を誘致し、そして生産工場として大きな発展を遂げました。その土台の上にさらに拍車をかけたのが、中国人自身の借金をすることによって経済活動を豊かにするという成長モデルです。経済が右肩上がりの時は、借金をしてもその借金の返済以上に成長すれば、基本的に借金は返済することができますから、ある程度回し続けることができます。特に中国においては、もっともっと発展するんだという上昇志向の中から借金をすることに後ろめたさもなければ、むしろそのような借金を積極的に利用することによって事業を拡大して成功すべきだという考え方があります。そのような考え方をもとにして巨大な市場を築き上げたのが特に不動産業界です。中国においては土地は中国共産党のものという考えのもとに、国民に与えられるのはあくまでもその土地の使用権の売買することしかできません。しかし土地の扱いそのものについては、それぞれの地方政府がその土地に値段をつけて民間に売り払うことによって、錬金術のようにしてお金を得ることができるような仕組みを築き上げました。民間企業はそのような土地をさらに開発して、多くの人々に借金を前提にしてでもどんどんと買うように進めました。開発された住宅地なども多くの人々が借金をしてでも購入し、しかしそれでもなお不動産価格が上昇することから、一つの物件を買った後値上がりしたことを理由にして、その物件を売り払ってさらに次のより値段の高い不動産へと乗り換えるなどといったことも頻繁に行われるようになりました。中国の GDP に占める不動産関連事業の割合は 30% 以上だと言われるほどになったのです。しかし、そのような借金付けの毎日といったものを続けていく中において、じゃあ永遠に成長を続けられるかといえば、当然のようにそうはうまくいきません。中国の成長バブルはいよいよその手仕舞いの時期が迫りつつあるようです。今回の動画では、中国の抱えている時限爆弾、隠れ債務の額が1800兆円にも及んでいるという NHK の記事をご紹介しましょう。中国の地方都市、高まる財政破綻リスク、債務1800兆円の衝撃。不動産大手の恒大グループや碧桂園などが相次いで経営危機に陥り、不動産不況の波が押し寄せている中国。経済成長が失速する中で、さらに中国経済の長期低迷を招きかねない大きなリスクが隠されていました。1800兆円を超える地方政府の債務です。今年2月、中国の貴州省政府のシンクタンクが緊急を知らせる声明を発表しました。債務の問題は重大で、緊急に解決すべきだが、財政が限られているため、この問題を解決するための進展が極めて難しい。自分たちだけでは効果的に解決できないことが明らかになった。貴州省の地方政府で返済不能にまで膨らんでいるという債務。一体何が起きているのか。もともと貴州省は中国の中でも貧しいとされてきた地域の一つでしたが、2000年以降、貧困脱却を目指す中央政府の掛け声の下で開発が進められてきました。その結果、この20年にわたり GDP が年平均で 10% を超える成長を遂げてきたのです。しかし、街の郊外に出てみると、目についたのは工事が中断して放置された道路や橋、建物の数々でした。道路ができてもあまり車が通らないため、農地の代わりに使っている農家もいました。なぜこのような事態に陥ってしまったのか。GDP を成長させるために、道路や橋などのインフラ開発を推し進めてきた貴州省。しかし、開発のための財源には限りがありました。そこで、地方政府が出資して作ったのが、地方融資平台と呼ばれる特殊な投資会社でした。中国の地方政府は、中央から認可された債券発行以外、資金調達が認められていません。それを回避して、資金をより集めるのが融資平台です。銀行からの融資や債券の発行によって、資金を集め、インフラ開発を推し進めてきたのです。この仕組みは、中国全土の地方政府が利用してきたもので、融資平台は今では全土に1万以上あると言われています。地方政府自身が大量にお金をかき集める出先機関として融資平台を作ったわけです。しかし、開発による収益が思うように上がらず、資金繰りが悪化する融資平台が相次いでいます。特に
貴州省の融資平台の中には、銀行からの融資の返済が困難となり、返済を20年間繰り延べにすると発表したところも出てきているのです。公式の統計では、地方政府の債務の中に融資平台の債務は含まれていませんが、実際には地方政府が返済に関して保証していると見なされているため、融資平台の債務は地方政府の隠れ債務と言われているのです。では、地方政府の債務はどれくらいに上るのでしょうか。 IMF 国際通貨基金の試算によると、地方政府が公式に発表している債務は日本円にすると約700兆円です。隠れ債務については日本円で約1100兆円となり、合計1800兆円にも上っています。表に出ている債務よりも隠れ債務の方が大きいのです。さらに、貴州省の債務比率の推移を見てみると、2021年から22年にかけて急速に悪化していることがわかります。実はこの傾向は貴州省に限らず全国的に見られました。こちら貴州省の債務比率推移、2016年から始まって2021年まではパーセンテージは動いていませんが、21、22年にかけて一気に上昇しています。債務比率とは、地方政府の収入に占める債務残高の割合のことで、高まると危険性が上昇していることを意味します。なぜ急速に債務比率が悪化したのでしょうか。調べてみると、多くの地方政府の収入が21年から22年にかけて減少していました。大きな要因の一つが、地方政府が依存してきた土地収入の減少です。中国では土地は国が所有していますが、地方政府は土地の使用権を不動産開発会社に売り、その収入をインフラ開発などの財源に充ててきました。しかし、昨今の不動産会社の業績悪化に伴って、この使用権の売却収入が落ち込み、不動産業界に依存して経済を成長させてきた地方政府にとって大きな痛手となったのです。アメリカのシンクタンクで中国の債務問題を分析しているローガン・ライト氏は、最悪のシナリオも想定する必要があると警告を鳴らします。今まで融資平台が発行する債券は、地方政府が実質的に保証していたため、安全で債務不履行となることはないと考えられてきました。しかし、実際には一部で支払いの遅延が起きています。もし債務不履行に陥る可能性が出てくると、債券の信用は一気に落ちてしまうでしょう。一旦そういうことが起きれば、債務不履行の連鎖の波が押し寄せることになります。中国の地方政府の財政が悪化していることは、近年多くの研究者が指摘し続けてきました。しかし、隠れ債務に関するデータは、あまり表には出てこないため、詳細な実態が分かってきませんでした。今回分析できたのは一部ではありますが、中国の地方財政の危機的な状況、そして従来の投資に頼った成長モデルを変えなければ、中国経済は長期低迷につながりかねないリスクをはらんでいることが見えてきました。地方政府にとっては、我が地域における経済成長は他の州よりも勝っているということを示すためにも、大きなお金を得て、その大きなお金を元にして、全く何もないところに町そのものを築き上げるといったことを行えば、基本的にはお金が物を生み出し、その物を生み出すために人が雇われ働く、それに関する事業などもまた展開するといった形で、お金が様々なところに動いて GDP を押し上げることとなります。たとえそこでできた都市が誰も住まないようなゴーストタウンであったとしても、少なくともGDP のかさ上げにはなるわけです。しかし、そのような身のないような投資を繰り返していると、基本的には供給過剰となり、不動産についてもだだ余りになってしまいます。この記事の中ではそのような、いわゆる不動産物件の余りが多すぎるといった問題には触れてはいませんが、そもそも中国における不動産業界があまりにも問題を抱えていて、今や成長の原動力となったものが全て逆回転をしようとしています。借金をしてでもより多くの投資をして巨大な開発事業を連発すれば、それがまた巨額の富を生み出すという考え方は、もはや中国においては成り立たないような形になってきました。つまり、借金をすれば何でも良いという状況から、借金を返さなければいけない状況へと陥ってきたわけです。ところがビジネスモデルそれ自体が、借金をしてさらに次の借金をさらに積み重ねて、事業規模を大きくしていくといったような膨らませていくばかりの話だったのですから、今やまさにその中国バブルは弾けようとしているわけです。こうした中国バブルが弾けるだろうというような予測については、各所において危機的な状況になるかもしれないとは言われつつも、
同時に中国という閉じた世界の中の出来事で終わり、いわゆる世界的な規模の金融恐慌などを引き起こす、そういった話にはならないだろうとも同時に言われています。例えば、アメリカで起きたリーマンショックのようなもの、アメリカで起きた話ではありますが、その後、日本にもヨーロッパにも大きな経済的な打撃を与えました。中国経済がこけると、日本にも大きな波がやってくることとなります。それは、中国の経済がガクンと落ちることによって、中国と商売していた日本企業の収益も大幅に下がることによって引き起こされる日本経済への打撃です。また、日本政府のかなり間違った政策の一つとして、中国にどんどんと進出すべきだといったような方針を打ち出していた時期が長かったこともあり、日本企業もかなり中国に進出してしまっています。中国経済に波乱が起きれば、進出した日本企業たちも軒並みダメージを受けて、それがまた本国日本にも損失の処理をかぶせられるといったことにもつながるのですから、迷惑この上ない話というわけです。中国の隠れ債務が返済不能になって紙くずになってしまったよということが、1箇所、2箇所、3箇所、4箇所といった具合にして、どんどんと増加していくようになれば、このビジネスモデルそれ自体がもはや危機的な状況だなと見られれば、多くの案件について疑問符がつき、それをもとにして新たな資金調達が不可能となり、それをもとにしてさらに事業が次々と破綻していくような連鎖倒産へとつながっていくかもしれません。中国においては隠れ債務といった形でなんとか表にならないようにはしていても、結局のところ最終的には全体を巻き込むような形でみんなが沈み込むような経済的な不況へと陥る可能性は十分あると私は思います。北京政府のお偉方たちはそれこそ日本の失われた何十年といったものを笑って日本のようにはなるまいなどという話をしていたという話がよく聞かれるわけですが、結局彼らもまたバブルに踊り、そのバブルの後始末にこの後奔走する羽目になりそうです。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックとあなたの感想、コメントをよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。